さてどうやったら先に進められるか、ゲームシステム自体も攻略しながら進める激ムズダンジョンクローラーが登場とのことで、今回はサイクロピアン・ザ・グレート・アビスの紹介を行います。ダンジョン RPG ものははじめストーリーはそこまで語られず、右も左もわからない状態でどこかに投げ出される系が多く、今作もそれにたがわぬ作りになっています。この点だけでも好む方もいることでしょう。RPG 要素が加わった壮大な脱出系ゲームでもあり、序盤から高難度であるのも特徴です。一歩間違えたらいきなりゲームオーバーになったりと、何をどうしたら切り開けるのか試行錯誤を繰り返します。それに応じ知識がたまり、適切な行動を取れるようになり、次第と活動範囲が広がります。この学習しながら先を目指す点が何よりも面白く、これぞ知識の探求であり、未知なる冒険なわけです。サイクロピアンはどこかの地下世界が舞台であり、初めから多彩な行動コマンドが与えられます。数歩歩けばクリーチャーが登場し、選択を迫られます。もちろん戦えますが、バランスは相当難しく、全ての敵と戦おうとすると、絶対にどこかで行き詰まります。クイックセーブやロードがあるため、戦闘前でセーブし、無傷でこなしたらまたセーブは可能ですが、ただそれだと今作の魅力を得ることはできません。多彩な選択全てを活用し、よりベターな方法を模索し、時にはマイナスな結果でも甘んじて受け入れた方が RPG としてより世界に入り込めます。こういう考えで遊びたい人向けにパーマデスのローグライクモードも用意されています。すべての実績達成には40から60時間はかかるともあり、まずは気軽に普通のモードで飛び込んでみることです。ゲームはローグライクのように単性で行われ、マップ上に敵は表示されています。ドラクエのようなオーバーワールドと 3D ダンジョン2種類のマップ形態があるのも特徴です。ダンジョン内にはそこらに何かが隠されており、一歩一歩調べながら進めるのも良いのですが、ただし調べることで闇に飲まれ、正気度が減少することがあります。入念な調査がメリットとデメリット両方につながるうまい仕組みです。正気を完全に失うとどこかに走り回るのか、気づいたら違う場所にワープします。外のマップでは全く知らない孤島に飛ばされることもあり、ランダマイザーの RPG を遊んでいるかのような感触を得られます。回復手段も初めは全くわからず、心が落ち着くことはありません。加えて正気度がゼロになると、同時に何かが失われます。多分最大ライフが下がりそうです。じわじわ何かが削られ、超むずいです。ちなみに変なところに飛んでしまったら、また正気を失わせ、違う場所に転移できます。ダンジョン内で四方が壁に囲まれた部屋に飛ぶこともあり、松明を持っていれば壁を調べ、出口が見つかりますが、ない場合は一見手詰まりです。運を天に任せ、再びワープしかありません。戦闘はサイコロを活用する作りで、出る目に応じ攻撃の成功が決まります。それプラス基礎能力や装備のステータスも影響します。戦闘のテンポは超速いハック&スラッシュを楽しめますが、序盤はプレイヤーと敵ともに攻撃ミスは多めです。ウィザードリーのようにキャラクリも定番のランダムで高い性能を狙って作れ、同盟設定もあります。同じ同盟のクリーチャーは仲間にできるのも特徴です。代わりにアイテムを要求されたりします。特殊なアイテムがあれば敵を捕獲できるようで、仲間が増えればそれだけ戦闘も楽になりそうです。ストアページではプレイヤーが学び進むにつれ、よりゲームプレイは複雑になってくるが、ゲーム内のセリフやテキストを読むことでヒントが見つかる場合もあると書かれています。現状英語のみなので、どうしても詰まった場合はある程度読む必要が出てきます。この手の作品を昔から好む人はきっと攻略できることでしょう。正式版発売日は2025年7月17日で、発売後も結構更新が行われています。定価は1200円でとても軽めのゲームのため、お使いの PC でも遊べるかとは思います。デモ版もあります。ウィッシュリストが多いと日本語実装もあるかもしれず、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、悪戦苦闘しながら進めた様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。サイクロピアン。オプションでなんか、ローグライクモードとか、いろいろ設定できるっぽいんですが、とりあえずデフォルトでいきましょうか。キャラクター作成。これはどこ見れんだ？全部英語だから。リロールで、ランダムで作られるんですね。高い数値引いたら、それだけ有利に運べます。アリーズ、キャッツ、猫ね。他にも装備品がいろいろ、ランダムになってんのか？なってるね。ステルスモディファイア。とりあえずアリーズありにしよう。これでいいかな？レベルは1。力、スキル、マインド、ゴールド。さあ始めてみましたが、どうするんだ？あなたは混乱している？地下の闇？周りにはキノコが生えている。
WSD で移動かな。あ、コマンドが全部、ここに表示されますね。なんか来たよ。右から。なんだこれ。敵かな。1ターン待機みたいな。スペースかな。スペースでサーチング。しかし何も見つからなかった。で、右、移動してみようか。右に移動したところ、エンカウンター、レベル1のズーグ。ズーグってなんだ。ここにもいろいろ表示されてますね。なんか調べたことで経験値が入ったのかな。もしくはエンカウントで入ったのか。エスケープでリーブ。逃げられんのかな。で、戦うかステルスか。ダイアログ。まず戦ってみようか。コンバット。さあ、コンバットを選択して、これが敵の性能かな。アタック、マーシャル、ユーズ、フリー。これ戻る。ああ、戻れるんだ。じゃあまずアタック。さあ、アタックして1ターン経った。で、計算式が書かれてますね。こっちの攻撃がどうなったみたいな感じで。あなたはミス。ああ、なるほど。攻撃ミスったんだ。で、敵の攻撃で、こっちダメージ受けたのかな。体力はどうなった。いや、敵もミスですね。60よりも、この数字が低い場合、だからミスになるっぽいね。この60は何でしょうね。マーシャルはなんだ、マーシャル。なんだこれ。アリーズ。謎メニュー。エンプティ。今んとこ何もできませんね。閉じよう。ユーズはアイテム使うのかな。ダガー装備してる。ショッティーダガー。ランダム性能な感じするけど。フリーは驚かす。フリー選んでみた。どうなった。フリー選んで、55よりも数字が高かった。79。成功した。フリーって何。調べてみよう。フリーは逃げるでしょ。だけど次はメインメニューキャラクター。あ、これ戻っちゃうんだ。リターン。レベルアップってあるけど、現状経験値は10か。さっきなぜか10得ましたけどね。インベントリー。アーリーズ。これは謎だな、今んとこ。エグザマイン。マニュアルマップ。マップはダンジョン内で使えるか。で、クイックセーブ。F5 でもクイックセーブができますね。で、F8 かな、ロードは。一回試しにロードしてみようか。で、敵がまだいるんだけど、逃げたけど。ここで F8 を押すと、セレクトロードスロット。メインメニューで選ぶ。ここではロードできないのかな。まあいいや、もう一回戦うか、じゃあ。とりあえずアタック連打で倒してみよう。さあ、アタックして、成功したっぽいね。トータルダメージ7。これ上から下に読むの。メッセージは下に流れるけど。敵に6のダメージ与えて、で、敵の攻撃を外した。さらにアタック。おらいいぞ。私はダメージ受けてない。これなんかダイスでも振ってんのかな。この毎回確率ね。ロールってあるね。これがやっぱりダイスなのかな。毎回ね、振ってる。100分の90が出た。で、さらにストレングスやウェポンダメージが高いほどアタックは成功する。60よりも高い数字も出ますと。で、敵はどうなった。あなたはステルスかダイアログを試す必要がある。どういうこと。敵どこ行っちゃったの。ダイアログって何。選んでみたところ、アライン、トレード、インケア、パス。なんだアライン。相手となんかトレードができんのこれ。戦闘の途中で。ムーンワインが変えるんだけど。戦う必要なかった実は。ズーグの人とね。敵じゃなかったのか。どうなんだ。わからんが、ステルスしてみよう今度は。アンブッシュ、フィルファー、スニーク、キャプチャー。捕まえられる。キャプチャーだ。あなたはネットが必要だ。じゃあ無理だ。アンブッシュは。アンブッシュ選んでみたら、失敗したっぽいね。とりあえずアタックだ。さあ、アタックで、アイテムが壊れた。しかし、経験値得ましたね。38。他には、お金得たのかな。で、これなんだこの、表示されてるけど。なんかどんどん現れるな、敵が。全然ダンジョンに到達できない。移動して、スペースで調べる。あ、敵の遺体をね、調べられるっぽいね。現状何も持ってない、多分。また左から来たよ。右のこいつ何なんだ。と全部倒すか。軒並みアタックだ。ほら。あ、初めてダメージもらいましたね。とりあえずアタック連打で、倒した。再び遺体を調べる。お、トレジャーチャート。20ゴールド。テイク。しかしこのままでは自利品ですね。いつかライフがなくなっちまいそうだけど。右のこれなんだろうね。エンカウンター。ズーグエルダー。なんか強そうだな。逃げよう。フリー。成功した。なんかすげえ戻りましたね。さあ、ちょっと左に、道なりに向かってみよう。コンバット。敵のレベルは1。レベルが低いからね。とりあえずアタック連打で、ガンガンやりますね。次はカッパキー。5ゴールドの価値がある。なんかで使えるのかな。次は上行ってみるか。雲みたいのがいるけど、この雲の巣何なんだ。スパイダー。これ戦えんの。いけ。さあ戦ってダメージ与えてますね。さらに攻撃。倒した。お金は得てますね、確実に。この雲の巣が気になる。さらに雲。どんどん倒していく。うら外した。倒して何もなし。移動できない。1のダメージを受けた。
トーチで燃やせると。クモの巣はね。あ、なんかいるよ、左に。目玉みたいのが。こいつはなんだと倒そう。今、攻撃しかできない。敵もそんなに強くないと思うきや、超ダメージ受けたよ、今回は。やばいな。とりあえず倒して、再び調べる。同じ場所に遺体が重なった場合どうなるんだろうね。とりあえず移動はできるな。あ、たまに引っかかるんだね。クモの巣に。ウェブの強さ、ネットの強さが書かれてる。やばい、ライフがどんどん減ってきた。回復しなくては。しかし、買い替えではない。キモ取れないの、キノコ。トレードすりゃいいのか、もしかして。ダイオログ。トレード。トーチ売ってる。トーチ買ってみよう。バイ。買ってみた。パス。敵かどうかわからないが、ズーグは許可した。私が通ること。これなんかあるな。なんでもないんだ。コウモリの遺体か。誰かに倒されたのかな。なんか魔物みたいにいますね。あ、なんだやばそう。ガスト。ドリンカーキャップ何が起きたかわかんないが。なんかデバフみたいなの食らいましたね。レベル1、2ガストって書いてある。敵2体いるもしかして。どうかな戦ってみようか。とりあえずダメージ与えてる。ほい。まだ序盤はどちらも。ミスが多いんだね。食らった。やべえ。一撃がでかい。うら。もうちょい。いけ。うおー残りライフ1。ほら。敵も2だ、残り。いけ。あ、やったー。ギリギリ勝った。しかし何も持ってない。回復したい。どうすれば回復できんの？回復方法を覚えなくては。それを見つけないとね。これダンジョンかな？お、メッセージが書かれてるけど。一回セーブしよう。F5 で。Your inventory for torch。ここでトーチ使えの？これで角度変更か。この骨の山とか、調べらんないの？特になんもないっぽいね。あ、なんだ？罠があった。罠があったが、ギリギリセーフ。調べたおかげで。これは正面を調べるっぽいね。何も見つかんなかった。毎回じゃ、あ、なんだ？何が起きた？闇になんか、恐れをののいたのか。デバフがついた感じだね。何にせよライフ1だからな。もう無理だよな。なんか見つけたよ。トーチだ。あ、暗いとこはトーチ使わないと。精神がやられるって話か。トレジャーチャート。トレジャーチャートってもしかして、宝の地図とトーチ使ってみよう。ユーズ。使ってみた。トレジャーチャート。読めるね。リード。10のマインドが必要である。なんてことだ。明るくなったのかな？なんかあんま変わってる感じしないけどね。まあいいや。うわ、これ足元どうなってんの？ロケーション、左上がミニマップかな？ローグライクっぽい。あ、降りてんのかこれ。ミニマップっていう割にはあんまり表示されませんね。で、正面のドア。これ壊れてんのか？壊れたキーを発見した。なんか役に立つのかな？窓があるが、何もない。体力回復したい。薬草ないのか、薬草は。なんだ。闇の、また何かに襲われた。なんか足元にありそうで、何もなかった。うわー！これ登れそうだけど BGM が不穏になってきたな。お宝がある。罠を発見すると、経験値やられますね。セーブして、これ言って大丈夫なの？罠解除すれば大丈夫なのかな？で、宝箱開ける。中にはムーンワイン、それと何かの布、防御力にスニーカー上がる。全部持っていこう。で、アイテム使ってみるか。ムーンワインは使える？効能不明。飲んでみよう。なんだ？飲んでみたらどうなった？なんか、まずいことになった？飲むことで判別つくのかな？なんか真っ暗になっちゃったよ、画面。やべえ。さらにトーチ使うべきか。さっきの、すでに同じもの持ってますね。装備中だ。何も見ない。やばい。どこここ。ボーンファンド。松明使おう、松明。松明の明かりは画面左下。トーチ1000ってありますね。行動するごとに消費していく。敵だ！なんか絶対に勝てなそうな敵が現れた。見た目的に。やるしかない。何が起きた？ブラックアウト？精神が崩壊した？で、近くの、なんか、エントランスに到着した？戦闘が始まるかと思いきやね。で、ライフはなんか増えてるんだけど。45分の69。で、入り口に戻りました？なぜか。これどういうことなんだ？ちょっともうちょい潜るか。ダンジョンのマッピングをね、済ませるぐらいには。壁になんか隠されてることもあるのかな？壁が調べられますからね。この壁はホロー。なんかくぼみがあるって言ってますね。
ツルハシとかあれば壊せんのかな。トーチ使ってみよう。明かりをつけたが。あ、明かりをつけたことで扉が見つかった。いいね。この感じ。お、ワン発見。マップのおかげで方向は見失わずに進めますが。うわあ、この骨調べるとこの闇に襲われる。あ、いる。こいつと戦おう。こいつはなんだ。うわあ、あれまた闇になってどこかに飛ばされたよ。どこだここ。敵がいる。2体いる。あ、ガーストだ。これあれだね。外のマップではあんまり恐ろしそうに見えないけど、内部、実際こんなすげえ強そうなんだ。戦うしかないな。アタック。行くぞ。うら。戦闘中は他の奴は来ないようだね。ダメージもらってる。けど、勝った。レベルはもうちょいだな。ステルス試せって言われてんだよね。デモティベイテッドってなんだ？デモティベイテッド。敵はやる気を失ってる？やる気を失ってんだろ。殴ればいいんじゃないの？なんかお金失った感じがするんだけど。でもレベル上がりましたね。敵は逃げたのかこれ。ぽいな。で、レベル上がったがライフは回復しなかった？レベルアップってさっきどっかにあったよね。キャラクター、これか。ここでポイントが割り振れる。マインド、ストレングス、ライフ。とライフ上げるか。2ポイントでプラス10される。マインドはこれ地図が読める？で、10必要って言ってましたね。まずはストレングスでいいんじゃないか。さあ、レベルアップ完了。だが、最大ライフは11。で、固定されちゃったな。で、お宝があるぞ。中にはダガー、コンパスだ。ダガー性能一緒だね。コンパスは現在の方向を示してくれる。装備する必要はない。現在の方角はどこに書かれてる？ターンノース、ターンイースト。そういうことかな。で、出口がないように気がするんだけど。どうすりゃいいのこれ。あ、ここなんかあるね。この壁は怪しい。くぼみがある。でも明かりがないから。松明ね。どうすりゃいいの？また小軌道を失って、それでワープする。それにかけるしかないか。今んとこ。そうだな。そういう方法がありましたね。うわー。さあ、ゼロになった。なんだ。連打すぎてひどくなってる。あ、戻ってこれた。この小軌道ワープこれ、合ってんの使い方。まあ戻ってこれたからいいか。えらい目にあったね。なんか新しい敵いるから、戦闘でもするか。また闇が。うわー！小軌道今15分の1だけど。これどうやったら元に戻るんだろうね。ズーゲイルダーと会話してみよう。トレード、トーチを購入。ラージルビーとか売っちゃっていいのかなこういうのは。まだわかりませんね。この樽は調べらんないんだね。上はトレーダー？あ、お店にこれカウンターか。いろいろ売ってますね。装備品持ってるぞ。カップオブティー。これ飲めばなんか回復そうですね。でもなんか戦闘に勝利しても上がってんだよね、数字がね。買っとこう。ここの男女は何なんだ？うわぁ、調べるほどこのね、闇に襲われるんだよね。調べることに対してもね、デメリットありますね、ちゃんと。これアイテム使う分にはターン消費しないのかな？一方的にやれる？アタック。負けた。とやられましたね。まあ、やられてしまったら、セーブしたところからね、やり直しになるんでしょうね。で、プロモーションムービーを見ると、この種族、これをズーグにすれば、一番初めに出てくる、あいつらをなんか、仲間にできるっぽい感じがあるんだけどね。これね、ちょっと話してみようか。これで、ダイアログ、アライン。成功した？同意したエナージー、ダイアログ。ムーンワインがどのもの？なんか足りないと言われてる？ムーンワインがあれば、今仲間になってくれたんだね。今回は叶わずでした。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。